こんにちは。今回は玉編みで作るコスターの編み方を紹介します。鎖編みの輪の作り目に1段目、2段目、3段目、4段目で完成するコスターです。最初は鎖編み6目の輪の作り目に1段目は中長編み4目の変わり玉編みを編みます。引き抜いたところから鎖編みを編み、未完成な中長編み3目を編んで、それを一つにまとめます。鎖編み1目を編んで輪の中に変わり玉編みを編み、鎖編み1目を間に入れながら変わり玉編みを全部で8個編んで、最後は引き抜き編みをします。今回は並太の糸を7号のかぎ針で編みます。鎖編みを6目編みます。最初のこの目は緩めたままにしておいてください。ここから鎖編みを6目編みます。鎖編み6目を編みました。最初に緩めたままの目に針を入れて引き抜き編みをします。糸を引き締めて、糸端の糸もしっかり引き締めて、この糸は編み込みながら進めます。次は鎖編みを1目編みます。糸を長く引き出して大きめな鎖編みを1目編んで、次に未完成な中長編みを3回編みます。輪の中に未完成な中長編みです。針に糸をかけて、糸を押さえて輪の中に針を入れ、糸を長めに引き出します。少し長めに引き出して未完成な中長編みができました。あと2回編みます。糸を指で押さえてから輪の中に針を入れて、糸を長めに引き出して長さを揃えます。もう1回未完成な中長編みです。指で糸を押さえてから糸をかけて長めに引き出します。糸の長さを揃えてください。次は未完成な中長編みだけを引き抜きます。針に糸をかけて3目の未完成な中長編みだけを引き抜いて、鎖編みの部分は残します。次に糸をかけてすべての糸を引き抜いて、鎖編み1目を間に入れてから輪の中に中長編み4目の変わり玉編みを編みます。針に糸をかけて輪の中に未完成な中長編みを編みます。糸は長めに引き出してください。針に糸をかけて、次も未完成な中長編みです。全部で4目の未完成な中長編みを編みます。糸は長めに引き出して長さを揃えてください。指でしっかり押さえて輪の中に針を入れ、糸をかけて長めに引き出します。指で糸を押さえておくと長さが均等に作ることができます。もう一回未完成な中長編みを編みます。これで4目の未完成な中長編みができました。次は未完成な中長編みだけを引き抜いて、次に残りの2本を引き抜いて中長編み4目の変わり玉編みができました。鎖編み1目を間に入れて輪の中に中長編み4目の変わり玉編みを編みます。糸の長さは揃えてください。
少し長めに引き出すつもりで糸を引き出して長さを揃えながら未完成な中長編みを編みます。4目できたら糸をかけて未完成な中長編みだけを引き抜き、残りの2本の糸を引き抜いて鎖編み1目を編みます。この編み方を続けていきます。未完成な中長編みの長さを揃えることに注意してください。ふっくらとした玉編みになります。2本の糸を引き抜いて鎖編み1目です。これで4個の未完成な中長編みができました。あと4回ここまで編みます。玉編みが7個できました。あともう一つ玉編みを作ります。未完成な中長編みを4目編みます。1、2、3、4目の未完成な中長編みを引き抜いて残りの2目を引き抜いて鎖編み1目を編みます。そして最後は引き抜き編みをします。引き抜き編みをするのは最初に大きめな鎖編みを編んだここが大きめな鎖編みを編んだところです。そしてその上にあるのが玉編みをまとめた玉編みの頭の部分になります。ここが玉編みの頭になります。頭の正面から針を入れて糸を引き抜いて、これで1段目ができました。そして次の鎖編みのところにもう一回引き抜きます。2段目はここから編み始めたいので、次の鎖編み1目のところに引き抜き編みをして、これで1段目が終わりました。1段目を編んだ時は玉編みがこのようにふっくらとしていますが、このままで2段目を編むとだんだん平らになりますから大丈夫です。次の2段目も玉編みを編みます。鎖編みを編んで未完成な中長編み3目を編んで1つにまとめる編み方で、間に鎖編み1目を入れて玉編み、鎖編み1目を入れて1段目の鎖編みのところに玉編みを2回編んでいきます。鎖編み1目を入れながら玉編みを編んで、最後は最初の玉編みのところに引き抜いて、次は2段目です。2段目は鎖編み1目のところから編み始めます。大きめな鎖編みを編んで、次は鎖編み1目のところに未完成な中長編みを3目編みます。3目編んだら未完成な中長編みだけを引き抜き、残りの2本を引き抜いて玉編みにして鎖編み1目を編みます。同じ鎖編み1目のところに中長編み4目の代わり玉編みを編み入れます。1段目の鎖編み1目のところに玉編みを2回編み入れて、次も同じように編みます。間に鎖編み1目を入れて、次の鎖編み1目のところです。ここです。ここに玉編みを2回編みます。
中長編み4目の変わり玉編みを編んで、間に鎖編み1目を入れて、同じところにもう一回変わり玉編みを編みます。鎖編み1目に2目の変わり玉編みを編んでいきます。間に鎖編み1目を入れながら、次の鎖編み1目のところにも同じように編みます。2段目の最後のところです。1段目の鎖編み1目のところに玉編みを2回編みます。鎖編み1目のところに中長編み4目の変わり玉編みを編みます。鎖編み1目を間に入れて、同じところにもう一回変わり玉編みです。玉編みを編んで鎖編み1目を入れます。そして最後は引き抜き編みです。1段目と同じように最初に長い鎖編みを編み、その上の玉編みの頭の正面から針を入れて引き抜き編みをします。そして次の鎖編み1目のところにももう一回引き抜き編みをして2段目が終わります。編み地を少し整えてあげるとだんだん平らになってきます。次の3段目は引き抜いたところから同じように変わり玉編みを編み、鎖編み1目を入れて同じところに玉編みです。鎖編み1目を入れて1目のところに玉編みを2目ずつ入れていくのは2段目と同じ編み方です。これを編んで最後は引き抜き編みをします。次は3段目です。3段目も鎖編み1目のところに玉編みを2目ずつ編み入れます。ここと同じように2目を入れていきます。糸を長めに引いて鎖編みを編み、鎖編み1目のところに未完成な中長編みを3目編みます。未完成な中長編みだけを引き抜いて、残りの2本を引き抜いて鎖編みを入れます。同じところにもう一回変わり玉編みを編みます。中長編み4目の変わり玉編みを編みます。鎖編み1目を間に入れながら、次の鎖編み1目のところにも玉編みを2目編み入れます。鎖編み1目を間に入れて、今編んだ同じところの鎖編み1目のところにもう一回玉編みを編みます。糸を揃えて中長編み4目の変わり玉編みを編みました。間に鎖編み1目を入れながら、ここまで
玉編みを編みます。3段目の最後のところです。最後の鎖編み1目のところに玉編みを編みます。玉編みを編み、鎖編み1目を入れたら同じところにもう一回玉編みです。最後の玉編みを編んだら鎖編み1目を入れてから最初の玉編みの頭の部分に引き抜き編みをします。玉編みの頭のところに引き抜き編みをします。そして次のところにもう一回引き抜き編みをして、ここから4段目の細編みを編みます。編み地はだいぶ平らになっています。4段目は引き抜いたところから鎖編みを編んで、鎖編み1目のところに細編みを2目ずつ編み入れます。次の鎖編み1目にも細編み2目を編み入れて、これをぐるっと編んで最初の細編みのところに引き抜き編みをして完成です。ここから鎖編み1目を編み、鎖編み1目のところに細編みを2回編みます。次の鎖編み1目のところにも細編み2目、次の鎖編み1目のところにも細編みを2回ずつ編んで、細編みをここまで編みます。最後のところです。3段目の鎖編み1目のところに細編み2目を編み入れてきました。最後も細編みを2回編んで、最初の細編みに引き抜き編みをします。ここが最初の細編みです。ここに引き抜き編みをしますが、今回はとじ針で糸始末をします。このまま引き抜いても大丈夫ですが、とじ針の方が見た目がきれいに仕上がりますので、とじ針で糸始末をしていきます。針を通すのは最初の細編みの頭です。ここが最初の細編みの頭ですから、頭の2本を拾います。細編みの頭の2本を拾って針を向こう側に出して、最初に糸を出した細編みの頭の上から針を入れて向こう側に引き出します。あとは後ろの目立たないところを通してください。糸を引いて編み目を確認して、揃っているようでしたらこのままとじ針で糸を通して糸を切ります。最初の糸ももう切ってしまいます。これで4段目までが完成しました。編み地を整えてあげると平らな編み地になります。中長編み4目の変わり玉編みで編むコースターです。最後まで動画をご覧いただきまして
ありがとうございます。